もう5日目ですか。はい。選挙戦。はい。あっという間ですけど、もう5日も経ってます。いや、正直、昨日の生配信やってらっしゃったじゃないですか。はい。あれも拝見させていただいたんですけど。ありがとうございます。大変そうだなと思って。うん。だってもう、街行ったら演説。はい。で、裏帰ったら取材。はい。密着。はい。で、こういう撮影。はい。寝れてます？ぼちぼちですね。でも、もともと睡眠時間短くても平気な方だったんで。はい、あ、そうなんですか。はい、全然今のところ大丈夫です。ちなみに昨日何時間寝ました？4時間半ぐらい。4時間半。結構やっぱりきますよね。そうですね。ただ、睡眠時間より今、暑さの方があ、そうか。暑くなってきてますんで。はい。中でね。いや、本当にそんな中お越しいただいて本当にありがとうございます。楽しみにしました。本当ですか？はい。だって、YouTube の番組僕見ましたもん。あ、本当ですか？あっちゃんが秋田方師匠を取り上げてるって教えてくださって、本当と思ったら本当だと。X でもね、シェアしていただいてましたもんね。はい。はい。実はあれですよね。同い年。ですよね。ですよね。82年生まれ。エヴァンゲリオン世代。エヴァンゲリオン世代です。シンジ君ですよね。はい、シンジ君です。いや、これはいや、でも本当に感慨深いのが、そういう方がもう都政にね、手を挙げる時代になってるんだっていう。あ、でも僕は逆に、我々の世代がもう手を挙げなきゃいけない時代なのかなって思ってました。そういうことですか。はい。いや、ただ都知事になった時の年齢って一応調べたんですけど、過去の人が。全員今まで60代なんですね。そうですよね。結構シニアな方が都知事になってらっしゃるっていう。だともう小池さんにしてもそれ以前の青島さんまでそれ以前までずっと60代ですから、ここで40代になったら一気に東京が若返る。ですね。そういうことですよね。はい。そんな中手を挙げて、で3つの項目ね、出ましたね。はい。殿下の宝刀。ね。秋田方市でも言ってたやつを、やっぱりあれ、議論というか、かなり相談はしたんですね。ただ、やっぱり自分の言葉として話す、そして何より説得力を持たせるためには、同じものをここで出すのが一番いいなっていうふうに最後結論付けました。じゃあ別案も一応あったけれども。ありました。それこそ、皆さんにお約束する100個の公約とかあるじゃないですか。その話も出たんですけど、あまりにも粒が小さくなりすぎるのと、どっか嘘が出てくるんですよ。100個も無理やり作ろうと思ったら。だって100個今かけられる人って現職以外でまずないと思いますよ。細かすぎますもんね。そうなんですよ。はい。それは実際やりながら考えていく、もしくは職員に考えてもらうことなので、はい。なので軸としては3つ。さらにその中で3つのポイント。全部でせいぜい9までがこの選挙の中で訴えられるものかなと思って、そこはあえて絞りました。絞ったし、かつてのやつと一緒ということで一貫性もあるっていうね。そうです。はい。自分の中のこれこそ軸だっていうものを自信を持って出してますね。その3つが政治再建。はい。で、都市開発の産業創設ですよね。はい、この政治再建。この一番に置いてるがゆえにやっぱり一番でかいテーマですよね。もちろんです。はい。この政治再建は言ったらこの秋田方でね、旋風巻き起こしたことじゃないですか。はい。もうバトルと YouTube の利用と。はい。はい。あれを都議会でもってことですか？というわけではないんですね。違うんですか？はい、あのまんまの再現は都議会ではならない可能性は十分あると思いますね。というのは都議会の構成メンバー、あとは議事録も結構読み込んだんですけど、結構議論はもうできてるんです、ちゃんと。それは都庁の職員の優秀さがゆえかもしれないんですけども、ひとまず整ってるんですね。なるほど。居眠りもなく。居眠りなんか話に聞くといろいろあるみたいなんですけど、ただそれはそもそも都議会の形ですね、質問と答弁がものすごいスローテンポで進むんです。なるほど。はい。そのあたりは改善の余地があると思うんですけども、直ちに中身に対してどうこうっていうのはそれはやりながらなのかなと思ってます。はい。じゃあいわゆる秋田方のバトルをそのままやるっていうことではないけれども、ただ YouTube の都の登録者増やすぞっていう、そういう発言もなさってましたよね。もちろんです。というかこれは確実に実現できると思ってます。はい。今の再生数すごい少ないですもんね、都の。あれこそ、無駄な事業の廃止リストのトップランカーから出ましたね。気がしますね。お箱の。はい。不採算事業っていう。そうです。はい。コストカットのところで言うと、これおかしいじゃないかっていうところですよね。見直さないといけないと思います。都民の方、ぜひ、
YouTube チャンネル見てください、東京都公式のやつ。登録者数が17万人ぐらい、で秋田方市が26万で日本一だったんですけど、秋田方市と比べちゃダメですから、東京都民1400万人いて17万人しか登録しない、でしかもそこに山のように並べられてる動画、この再生数の少なさよ、100とか200がざらにあるんですよね。本当ですよね。数百回なんですよね。数百回です。1個の動画が。あれと、その秋田方で今作ってる動画と、もともと自治体が YouTube をこうなんか回すっていうことの発想自体がなかったのかなとも思うんですけど、見てて致命的なところっていうか改善点って今どこにあります？東京都のチャンネルで。魂がこもってないんですよ。おー、なるほど。抽象的なね。いや、すごいわかりますよ。今、中田さん、すごくいいとこおっしゃって、YouTube 動画を回すっていう意識がないんです。YouTube を使うっていうところで止まってて、それ、公務員的には別に間違ってないんですけど、動画を作って載せるのはやるんですよ。東京都山ほど載せてて、で、なんならあの動画見てください。めっちゃよくできてますから。編集入ってテロップついて。ちゃんとコストかけてるんですね。動画としての完成度は高いんです。ただ、中身が誰に何を伝えたいのかよくわかんないのが陳列してあるから売れないんですよ。なるほど。逆に秋田方は全然手加えてないんですけど、もう素材が命みたいなね。めちゃくちゃいい素材です。なんなら日本中探しても手に入らないですよっていう素材を並べてるだけなので、手かけてないんですけど、回るんですよ。やっぱりそこに人の熱がありますもんね。そうですね。はい。逆に言うと、市長が抜けた後の秋田方のチャンネルってこれからどうなると思います？あとは職員に任せてきました。回りますかね？回してくれると信じてます。やっぱりそこに同じぐらいの魂を持ってる人がいないと、再生数ってなかなかキープできないですもんね。そうですね。はい。なので、もう職員と最後、別れの際にその議論をしました。いかにこの登録者数を逃さず、そしてもっと熱を集めていくかっていう。やっぱり責任感のある一人がものすごいメッセージを発信していくっていうことでやっぱり回るメディアでもあるから、都になったら YouTube で八尾でに立ってガンガン発信していく。もちろんですね。これは市長になった時に、一番最初の頃に自分で宣言してたんですけど、首長たるものインフルエンサーになるべきだっていう今の時代。だってその自治体の中で一番長売れてる存在のはずなんですよ。選挙してますし。で責任もありますし、だとしたら自分が先陣切って先頭を切ってやるっていうのは当たり前なのかなっていう気はします。確かに新しい時代来てますね。そう考えたら石丸戦法といいますか、そのイズムで結構いろんな自治体の首長がそういう戦略取り始めてるみたいなのってあるんですか？ありますね。ありますね。真似してるな、フォロワーだなみたいな件もある。っていうと紹介しにくくなりましたね。全然。影響を受けて取り入れてるアーリーアダプターって言いますか？いい意味で。アーリーアダプター。例えば、私を真似したというわけではないと思う、ないんですけど、例えば美濃加茂市の市長、若い方なんですけど、この方は自分でチャンネルを作って、ライブ配信とかもされてらっしゃるんですね。はい。なので、そういう方はやっぱりいらっしゃいます。でもそういうものをしっかりやっぱり見る、届けられるという時代になってますもんね。ですね。はい。いや、これ、ただその議会のバトルはそうじゃない。今までと違うってなった時に、バズり方。結構この対立構図が面白いところもあったじゃないですか。で、ワンフレーズが面白いところもあったじゃないですか。やっぱあれ期待されるところもあると思うんですよ。その中で、今、都議会って、あれなんですよ。私も全然詳しくなくて調べたら、かなり国政の政党の影響を受けて議席が取られてるんですね。もうかなりどころじゃないです。もう国政のそのまんまで選挙戦戦ったんだな、みたいな。コピーですよね。はい、そんな構図です。自民公明でギリ過半数いってない。第2党は都民ファースト。はい。で、そこから立憲共産。そうです。あとは少しちょっと。はい。独自のスタンスの方がいらっしゃる。でも、ここはかなり少ないですね。国政だけでもう127の90ぐらいいっちゃってる議会じゃないですか。はい、これ、都知事になられた時に、どう向き合っていくんですか？この都議会の国政のコピーのような都議会と。これ、自分で言うとすごく抵抗あるんですけど、よく言われる、ぜぜひひ。なるほど。
イエスはイエス、ノーはノー。はい。で、ぜぜひひっていう言葉になんで抵抗感を覚えてるかというと、ぜぜひひをやってない人に限ってそういうことを言ってたからですね。もう自分の中であの言葉がすごく悪い印象なんですよ。ちょっと形骸化してるというか。そうなんですよ。でも、石丸伸二が言う場合のぜぜひは、本当にぜぜひひです。じゃあ、時としてその自民党系の人たちとも手を組むし、全くそうじゃない共産党系の人とかとも手を組む時はある。はい。正確に言うと、手を組む、組まないっていうのは一切考えてないです。なるほど。はい。むしろ、都民のためにこれがいいと思うんです。皆さんどうですかっていうのを、責任を持って127人に意思表明をしてもらうのが議決なので、はい。その結果どうなったかっていうのは、それは都民が判断することなんですね。私が文句を言う筋でもないので、私は極論、どっちに言っていただいても結構です。賛成でもいいし、反対でもいい。それはもう、議員の責任なんで。徹底的に提案に切り分けてご自身を置いてますよね。そこまでしか実は責任ないんですよ。なんか、市政のね、議会運営とかいう言葉が出るんですけど、議会運営を首長がやりだしたら二元代表制の意味がないですね。あくまでもこの提案、そしてその後の執行、承認のところはお任せする。その通り。そういう話ですよね。なるほど。でもその場合って、その最初になった4年間は、言ったら提案否決、提案否決っていうことが積み上がるっていう可能性も高いじゃないですか。その場合、その次の選挙で、まあ、議会の是非が問われて、議会メンバーが、言ったら石丸さんに OK 出しそうな人たちが通るっていうことが、これ望ましいことですよね。そうですね。望ましいというか、都民のそこは、まあ東京都の場合で言えば、都民の自覚が、意識が問われるんだと思います。なるほど。でも、都議選って来年なんですよね。1年先だったと思うので、その意味では、この、たとえうまくいかなかったとしても、都民に問えるのはそんなに遠くない将来にもう控えてるので、むしろちょうどいい助走期間なのかなと思います。1年そのぶつかりを見せて、その2025年の都議選で、むしろ白黒つけられるので、これって都民ファみたいにいわゆる地域政党みたいなのを独自で立ち上げるみたいな構想もあるんですか？ないです。あ、それはない。ないです。それなぜですか？先ほどの二元代表制の本質を考えたときに、市長首長か、都知事与党っていうものを作り出すと、キリがないなって思ったんです。キリがないと。で、それで過半数を自分の支持母体というか、地域政党で占めたら楽になりますけど、確かに。でも楽をすることが仕事の目的じゃないんですよね。都民のためにいい政策を実行することが目的なので、そこは手段と目的を取り違いやすくなるので、しない方がいいんじゃないかなと思ってます。じゃあ小池さんや橋本さんの考えとはちょっと違いますね。違いますね。これは実は橋本徹さんと議論をしたこともあるんですよ。橋本さんは、いや、そういうふうにやらないとうまくいかないから。X でアドバイスされてましたもんね。でも私は、いやいや、そんなわけにはいきませんって言って、随分青臭いことを言ってしまってるんです。へー。でもそれはなんかこう、あるべき今のその政治家の理想像の矢沢永吉さんにとってのアルファベットの矢沢みたいな、石丸伸二にとっての石丸がいらないよっていうわけですか？そうです。はい。俺はいいけど、石丸はどうかな。どうかな。議会をこうね、束ねるのは違うよねと。でもある意味その小池さんの都民ファを作ってそこを通すっていうやり方も、まあ言ったら第一党を取り続けられたわけじゃないから、それの反省も含めてるんですかね。それとは違う。どうしてもそれこそ小池さんが途中目指されたような地域政党を作って、ね、なんかあわよくば国政みたいな、この希望の党、ね、欲を書いてるのがダダ漏れじゃないですか。なるほど。あれが有権者にとってまず失礼だと思いますし、透けて見えるからちょっと冷めませんか？なんかそれこそなんか踏み台にしてるみたいな。なるほど。なんか出しに使ってるみたいな。何総理大臣になりたいんですかみたいな、なんかこう。まあ期待もされてますからね。女性初の総理大臣になるんじゃないかと。ただ希望の党での国政アピールっていうのがちょっと都民ファも含めてちょっと冷めさせたんじゃないか。そうですね。はい。なるほど。あとそれ自体が既存の国政政党とのこの摩擦にもなりましたよね。確かに。でそこで揉めるって自治体として東京都として本当にいるのかなっていう。国政は国政で国のことをやってほしいんですよ。自治体は自治体のことをしっかりやるのでっていう。
この首長と国政の向き合いっていうのが、私専門じゃないわからないんですけど、もともと小池さんって自民党に対してあんだけ敵対して上がったじゃないですか。はい、でもこの8年間で気がついたら、今自民党に陰ながら応援される身になってるわけです。はい、何があったんですか？何があったんですかね。これなんか、ご自身の言葉曰く、はい、やっぱり国との連携があったと。はい、それはコロナとか五輪とかそういうのがあったんじゃないかとか、都議会のその構成があったんじゃないかっていう雰囲気で、こっちは一応なんか伝わってるんですけど、石丸さんどう思います？国との連携は、それは全ての自治体がありますよ。秋田方市ですら、はい、広島県というのも間にありますけど、直接国とのやり取りってもちろんあるわけです。はい、各省庁に要望に行ったり。なので、それが理由で、今応援してもらってますっていうのは、直接は関係ないんですよね。ああ、じゃああくまでそれは関係ないよね。それはもう本当にご自身の政治スタンスの問題でしかないというふうに受け止めてます。これ都知事になられた後に、次の期で自民党のバックアップを受けてますっていうことにならないですよね。絶対なれないと思います。絶対なれない。はい、なれない。あ、それは何ですか？これだけ既存の政党に、相反する存在を取り込める、そんな器の政党はないと思うからです。そんなに反してますか？反してると思いますね。どういうところが反してるんだろう。だって昔ながらの政治のやり方、全否定ですよ。ああ、どういうところですか？例えば、いわゆる根回し。はい。はい。根回しっていうのは事前のネゴシエーションじゃないんですよ。何なんですか？行政でいう、議会との話でいうと、はい、記録に残らないところでの意思決定。これ本来やる、そうなんです。密談ですよ。密室政治っていうんですか？はい。その密談にはなんかちょっと変なお金関わったりするんですか？権利とか。いやー、わかんないです。僕は行ったことがないんで、ただね、どっかいい料亭とか行ってるかもしれないですね。ああ、で、ちょっとそっちになんかうまくいい感じに権利流すからとかっていうのがありそうですよね。まあイメージでしかないですけど、ただ密室で意思決定をするってことは、人に聞かれちゃまずいってことでしょ？それ自体悪ですよ。政治家である以上。はい。全部ガラス張りにすべきだと。はい。で、その密談であり、その根回しを否定していること自体が、自民党とかそういう旧国政とかの体制と相入れないだろうと。相入れられないと思いますね、向こう側から。こいつは無理だってなってると思うんです。その是々非々バトルを YouTube で見れると思ったら楽しみですね。はい、ぜひご期待ください。いや、もう楽しみ。その上で2つ目の項目、はい、これが都市開発。はい、これ都市開発でいうと東京過密を解消する。はい、これってなんかいろいろ聞かれてると思うんですけども、具体的にはどういったことを考えてるんですか？はい、この中で結構歌ってるポイントがいろいろあるんですけども、はい、簡単に言うと東京都の中と東京都の外との2つの側面でリバランス、再調整を図っていった方がいいだろうなっていう話です。東京都の中の問題っていうと23区と、玉格差とかそこら辺の問題ですか？はい、そうです。まさに。そこをまず調整するのと、東京都と他県との格差も調整する。はい、そうです。2つの側面での内外での調整を両方含む。はい。住居とか企業の誘致とか税制とか交通とかいろんな切り口あるじゃないですか。はい、一番大きいところってどこなんですかね？まず多摩格差の話でいくと、西から23区に人がどんどん吸い込まれてるんですね。これはもうずっと長く。で、23区の方がどんどん過密して。で、こっちのはもう過疎が起き始めてなった時に、多摩の方にも人にいてもらわないと、東京都のバランスが崩れたら弱くなりますので、その意味で、ここにもいてもらう。で、何がまずいるかって言ったら、これ一つすごく個別具体的なのを挙げると、給食費の無償化。これが今年度から実は2分の1だけできてなかった自治体、東京都が支援するっていう話になったんですね。で、半分ぐらいかな、残りの4割かが無償化に舵を切れたんです。そこだけ見ると良かった風に見えるんですけど、めちゃくちゃ問題で、だってここで2分の1補助してもらっても無償化できなかった自治体こそ一番弱ってるんですよ。なるほど。はい。なので、これほっとくと、2分の1もらって無償化できたところは、1個上に上がれたんです。なるほど。はい。置いてかれたところの人たち、ここ給食ただにならないんだって出てくじゃないですか。ある意味、切り捨てにもなる。そうなんですよ。なので、これはやっちゃいけない、全く逆の施策だったんですよ。なので、そうじゃなくて、全部丸ごと、東京都の小中学校は都が無償化するって。これで、
底上げになるんですね。それって丸ごとだとこっちに移すっていうことになるんですか？全体救えるんですか？まず今この一番弱いところから逃げてしまう、これを防いだ方がいいですね。まずはこれです。じゃないと本当になんかこう穴が開いてる、ね、バケツから水がこぼれ続けるみたいな、まずはそこを塞ぐっていう。なるほど。これがまあ人工流出のなんだろうな、本当に応急処置、まずはここからですね。確かにちょっと対照的ではあるけども、その大きい穴が開いてるから塞ごうということですね。ああ、そういうやり方を個別にやっていって、これ大変そうですね。リバランス。そうですね。時間はかかると思います。そもそも人が移り住むっていうのは人生のライフサイクルの中で時々起きる事象じゃないですか、現象じゃないですか。なので明日明後日引っ越そうってならないんですよ。なんかその住居で人口が増えるみたいなのって相当インセンティブをつけるというか、なんか子育てしやすくするとか、お金が補助されるとかっていう、そういうのをつけなきゃいけないから、かなりその西側にむしろインセンティブをつけるっていうことをしないとこっちからいかないですよね。そうなんです。ここが難しくて、人が動くには2種類しか力ないんです。ペナルティとインセンティブ。アメか無知かなんですね。で、インセンティブで人を釣るっていうのはできなくないんですけど、結構お金がかかる。かかりますね。のと、それをやったからといって必ず移るわけではないって、この効果のところでも判定が難しい。なので、急げないとか急いじゃいけないんです、実は。むしろお金あげるからこっち行ってくださいって、こうね、何かこう餌で釣るんじゃなくて、ここがそもそもいい場所ですよねみたいな。今思ってるのは、特に多摩地域のそれぞれの自治体で特色をもっと磨いてほしいなと。ああ、なるほど。これでも東京というか全国の課題なんですよ。均質化しすぎてて、日本って。そうか。全部東京を向いて、東京の暮らしに憧れてるところが田舎でもあったんです。でもそれって現実問題無理ですし、だったらみんな東京に住めばいいで終わるじゃないですか。そういうわけにいかないとなった時に、東京は東京だし、秋田方は秋田方だよねという、この住み分けというんでしょうか。でも代わりに秋田方にしかないものを僕らは大事にしてたわけだし、すればいいな。それを東京都内の中でもそれぞれちゃんと見つけて磨いていけば、なるほど。今東京に人が集まっちゃうのは、東京にしか魅力がないと思っちゃってるからですよ。でも広島にもあるし九州にもあるし、そしたらやっぱりそっちに人って長い目で見てシフトできるんじゃないかなと思います。確かに。それ秋田方でやったことをじゃあ東京の中のその過疎地域でやる。そうですね。そういうことですよね。まさにそこなんですよ。秋田方で師匠になった時になる時に歌ったフレーズが、世界で一番住みたいと思える街。これ何かというと、住みたいっていうのは主観の話ですよね。で、人によってそれは千差万別、何通りもあるんですけど、どれもいいと。ただとにかく自分が好きなもの、大切なものを大事にしてほしいっていう願いを込めてあのフレーズを作りました。じゃあその主観だったら勝ちうるってことですもんね。そういうことです。東京が最強最高にはならないんですよ。確かに。でもその市長自体も東京への憧れはもともと強かったっていう発言されてますよね。昔そうだったんですよ。でも秋田方もいいよねっていうふうに、これマインドチェンジどっかであったんですか？そうですね。でもだんだんとです。地元を離れるにつれ、自分の故郷、生まれ育ちが自分にとって大事なものだったっていうのがよくよく分かりました。確かに。で、結構その地元でのその売りもかなり明確に示してましたもんね。そうですね。サンフレッチェとか神楽とか、あと毛利元就。おっしゃるとりです。もうあれはもう行政としてやっぱり打ち出していくためにポイントを絞った方がいいですよね。いろんな市民の好きなものはあるんですけど、やっぱり全部どうぞだと人を集めるには弱いので、そこは団長の思いでギュッと絞りました。絞り上手ですよね。すごい分かりやすいですよね。でもそうです。分かりやすくないと意味がないと思ってます。そうなんですね。やっぱりそれ伝わらないと。そうです。伝えて分かってもらって、でそこで響かないと人って動かないじゃないですか。確かに。それをあえて分かりづらくしてるように見えたのが今までの政治ですもんね。全然響かないですね。そうですよね。じゃあその都市開発のところのやり方もちょっと理解できたんですけど、最後の産業創生。産業創設。産業創出です。創出ですね。
産業創出は、まあ、主には教育の話されてたような気がするんですけど、教育伸ばすってこれ時間もかかるし、どうお金をかければいいか難しいところですよね。難しいです。そう。でも時間がかかるからこそ急がなきゃいけないんですよ。なるほど。もうだって子供たちどんどん大きくなりますし、で次の世代も生まれてくるわけですから、大人の責任として急がないといけない。で、今考えてるのは、まあもう単純に秋田方でやってたこと2つあって、1つは学校環境の改善。これは先生の働き方改革を進めるんですね。大変らしいですね。でもそうなんですよ。大変進まないんですよ。で、なんでかって聞いたら忙しすぎるっていうから、今年度から秋田方市は全ての小中学校に給食支援員、あと学校用務員を配置しました。要は先生たちが今まで抱え込んでしまってた。でも免許がなくてもできる仕事を切り離したんですね。授業以外の業務で忙殺されたから。そうなんだ。だって昼休み、生徒の給食ご飯の世話をしながら自分も食べて、でね、給食遅い子とかいるじゃないですか。ああいう子のあるあるですよね。世話もしてね、一緒にね付き添ってみたり。付き添ったり。でもそれ自体は先生全然嫌じゃなくて、むしろ喜びだって言ってるんですよ。でも現実問題時間は取られるので、でその残りの時間で採点したり、放課後はね他の仕事をやったり、なのでそこは切り離して、でもこれに秋田方市だけで年間2000万かかった。はあ、それでもかかるんですね。3万人しかいなくて2000万なんですよ。東京都その500倍人がいるんで、単純計算500倍はそれだけやるのにもいるんです。だから100億。すごい。でも100億円分の仕事を今どうしてるかっつったら、学校にぶん投げて先生に押し付けてるだけなんです。確かにね。先生たち残業代が一定以上増えないんで、働かせ放題なんですよ。この今の日本の学校のその先生の業務の雰囲気とかやり方とかって明治以降というかなんか国際的な基準と違いますよね。本当にそうで、明治の時の教育システム、それこそ小学生ね、中学生、学年のね区分けとかも基本それがベースになってて、なんなら黒板とこのね机が並んでるっていうスタイルもいまだにそんな崩れてないですよね。生徒が掃除するとか、我々の子供の頃の小学校の時と私の娘が小1日本の小学校行ったんですけど、変わってないんですよね。すごいですよね。シンガポールと全く違うんですよ。あ、違いました。全く違う。どうなんですか？掃除もしない。シンガポールの教育は2つに分かれていて、1個はすごいコストをかけたインターとか私立ですよね。そこはもう本当にフルサービス。もう教室もいろんな机の形、モニター、iPad ずらっと並んでるみたいな、そういうコストかかってるところと、ローカル校、現地の人は小学校でものすごい厳しいテストをして、優秀な人はもうそこからコストかけて特待生で一気に海外の大学まで留学させて、で戻ってきたら必ず官僚にする、で何年か働く、でそこから民間に行ってもいいみたいな、かなり合理的なんですよ。ですね。でも日本の考え方って悪くないけど、ちょっとオールドスタイルですよね。かなり古いですね。で古いのが一概に悪いわけじゃないんですけど、ただ時代は変化してる、新しくなってるので、それを取り込んでいかないと時代遅れになってます。例えば今ちょうど明治の話も出たんですけど、明治維新の後日本は近代化が一気に進んだわけですけど、その基盤になったのって日本の教育、初等教育の質の高さだって言われますよね。識字率が高かったとか。で当時のこの前聞いたのがロンドンは識字率3割。で日本は8割超えてた。当時、これだけの差があったんですけど、今さっきまさにね、iPad が並んでる、日本の IT スキルのこの充足率って世界標準に至ってるのかなっていう心配があります。うわ、それは怖い。だから今の現代の識字率って IT リテラシーかもしれないですもんね。そうなんですよ。ここでもし遅れを取ってるとしたら、国が発展するわけがないですよね。いや、そうなんですよね。昔はね、読み書きそろばんが日本人できたんですよ。でも今、パソコンを使える子供たちになってるのかどうか。でも、ここでさっきの話なんですよ。教えるの先生ですから。先生がアップデートされないと、教育がアップデートされない。でも先生はもう必死になって、もう息が切れてるっていう。これでも2つ考え方があるのが、その全学校に東京都のサポートをするやり方と、先ほど言ったように、シンガポールのやり方って優秀な生徒にコストかける。傾斜で配分するじゃないですか。私立は私立だけど、公立でも優秀かどうかで優秀な人にガッとコストかける。こういうやり方は考えてない。今のところというか、
自分の中では選択肢というかそういうのがあるのはもちろん、それこそシンガポールがこれまで発展してきた歴史、リー・クアンユーとかすごく尊敬しているので、政治家として私もです。やっぱり分かるんですけど、ただそれを日本で導入するのはさすがに難しいと思います。いやー確かにかなり徹底してますもんね。なので、代わりといってはなんですけども、全員が参加できる形での競争原理、これをもっと働かせたらいいのかな。全員が参加できる競争原理面白そうですね。例えば、これも秋田方でやったやつなんですけど、高校生、生徒会長に100万円渡す。あとは好きにしてくれと。なんか村上ファンドの村上さんの幼少期みたいな。お父さんに100万円お小遣いまとめてもらって、その後お金について考えて投資家になったっていうね。あれを全校でやる。全校186都立高校があるんですけど、でこの多分夏から秋にかけて生徒会長選挙があるんですよ。で自分が公約に掲げると。ということは来年度生徒会長の責任が一気に跳ね上がるんですよ。100万円自由に使えてしまう。でもその100万円をどう使うっていうのを考えて、それこそ彼らが選挙公約にして生徒会長選に出る。ここだけでもうすでに面白いと思います。これ結構情報回ってダサい使い方した高校ちょっと恥ずかしいですよね。そうなんですよ。必死になりますよ、高校生。うちの高校、それこそ誰が行くんだ、生徒会長選挙が今まで先生にちょっとお前やれよとか、なんか押し付けられてたものが、自分やってみようかな。確かに。それこそ今の選挙なんですけど、お前がやれよとかね、あっちゃん出てよみたいな声が出て、お前ならいけるとかね。そこでね、こう最後ナンバーワンが決まって、こいつがその高校を動かせるんですよ。100万円分は。なるほど。で、一個もこう思ってるのが、せっかく186万あるなら、それコンペしたいな。さっきおっしゃった。優劣をここでつけるんですよ。うわー、だから上位の高校を表彰したりするんですか。それこそ1位取ったら、さらに倍とか。うわ、すごい。エンタメですね。エンタメ。さすが政治のエンタメ化だ。なんか映画とか小説でありそうですもんね。全国に100万円配るみたいな。でもこのゲームは、敗者が生まれないんです。なんでかっていうと、今誰もやってないから。100万円はまずもらえる。で、そこでみんなスタートライン一緒なんですよね。で、せーのでやって。で、面白かった人が今年生まれる。でも来年はまた一からやるんで、生徒会長選挙から。そしたら、今よりまず高校生が盛り上がる。それこそさっきの村上ファンドの話で、ね、面白いアイデアを持って、彼らが将来、すごい実業家とかなるかもしれないじゃないですか。確かに。もしくはそのままもうストンと政治家目指すとか。一個大きな刺激になりますよね。面白いな。で、その3つを聞かせていただきました。ものすごい面白かったです。ありがとうございます。その上で、ここまで至ったちょっとルーツ的な、言ったら市長をやられてて、で市長時代のこうイメージってね、こういろいろとありますけど、こううまくいったところはよく聞くんですけど、逆にすごいミスったなとか、しくじったなみたいな、結構そういう話もね、聞きたいと思うんですよ。でそこになんかコアがあるのかなと思って、これはうまくいかなかったぞっていうこと何個かありますか？昨日の私生配信見たんですよ。切り抜かれてないままで怖かったんですよ。たかだかって。たかだか二次情報を扱うメディアが世の中を動かす気になっていたのか。面白い。半沢直樹じゃない。そこまで開いてるの？夢はどこに？都知事ですか？今目指してるのは都知事です。でも自分が願うのはそれこそ本当の政治の再建です。この政治家の一層って都政の中で勝ち筋どこにあるんですか？プログレス。人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。